はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。今回は、これなんて読むんですかね。ジョイオーディオ？それともここで切ってジョイオーディオ？ジョイオーディオでいいんじゃない？では改めて、ジョイオーディオ社員です。働く社員じゃないですよ、輝く方ね。そんなん誰でもわかるから先行こ、先。私が知らないだけかもしれないけど、初めて聞くメーカーなんだよね。で、どうなんこれ？まあ、最初に目を引くのはこれだよね。4つのディップスイッチ。ああ、キャノンについてた音質調整の。しかも、キャノンより1個多いですね。そうなんだよ。なんか交通量数えるバイトの人が使ってるやつみたいだね。これでしょ？家にあるんだよな、なぜか。なんか似てますね。数えてみる？何よ？野鳥とか。愛は目が悪いからか。雑談はこのくらいにして早速見ていきますか。はい。まず、パッケージ内容はこんな感じです。KZ、ZNA と同じタイプのイヤピがバンドルされてますね。Amazon やアリで単品で販売されてました。概要欄にリンク貼っておきますね。付属のプレミアム8森林メッキケーブルもいい感じで、当面にケーブルしなくても大丈夫そうです。社員は 1DD プラス 2BA のハイブリッドモデル。ダイナミックドライバーは 7mm デュアルマグネティック&デュアルキャビティタイプ。BA は29689と30019を搭載。ハイブリッドタイプとしては 2BA とか 3BA ぐらいがバランス的に好印象。上の写真のような樹脂製のシェル内に 3D プリントされたサウンドチューブがあるんだね。 3D プリントの技術も上がってきてるから、こういうのが簡単に作れるようになってきてるのね。フェイスプレートは軽量な亜鉛合金製で、切り込みのような凹凸に光が反射して、光と影にインスピレーションを受けて作られたという社員の象徴的なデザインね。ディップスイッチがあるので厚みが気になったんだけど、多くのモデルと同じようなサイズだったのでよくまとめたなぁという感じ。あと耳から外してスイッチの切り替えをしたいとき、こんな風に右のスイッチが上下逆さまになるのでちょっと慣れが必要かも。精巧な筐体、4つのチューニングスイッチ、3D プリントによるチューブ構造など、1万円ぐらいのモデルとしてはコスパはいいですし、ディップスイッチでの音質調整がこの価格でできるっていうのも嬉しいですよね。ちょっと心配なのはこの音質調整が実用的かどうかってことですけど、その辺はこれから見ていきますよね。もちろん、このチャンネルの本領発揮ってとこだからね。今回はバンドルイヤピに特性が近いものを測定してムーンドロップスプリングティップスに決めた。社員はスイッチが全部オフだとちょっと小域寄りなチューニングに感じたので、低域の出方が一番強く 8kg 付近のピークが落ち着いたタンジジム TAPB トレブルや 6kg 付近をしっかり落としてくれるファイナル E も良かったわ。まずは基本となる波形を確認しておきましょう。低域は特に強調している感じもなく、65Hz 付近にピークが、そこから 1km 手前にかけて緩やかに減衰。減衰幅は少なめで、この帯域の再現力は高いです。1.3km 付近でピンクノイズの基準ラインに戻り、それ以降は基準ラインを割り込むことなく、2.7km 付近と 7.2km 付近のピークがあり、中高域から高域寄りのチューニングだと言えるでしょう。低域はベースラインがとても追いやすい。ただドラムのキックが弱めに感じるので、ビート中心の曲だとちょっと物足りないか。ボーカルを含めサックスとかピアノがメロディーの場合、アナライザーで見ると700から 1.5km が目立っているケースが多く、社員は 1.3km 付近でピンクノイズの基準ラインに戻るチューニングなのでメロディーは聴きやすい。 2.7km 付近はどう関わってくるか気になったので EQ で上げ下げして確かめてみると音の太さに変化を感じた。高域はシンバルハイハット系が前に出てきてはいるが、線が細めで邪魔になる感じはない。全体的に解像感が高く、楽器音のディテールがよくわかる。セミオープンの構造ではないが開放感があり、サウンドステージは広く一部の音が浮かんでいる感じがする。かなりいい感じで聴けるよね。これがベースなわけでしょ。ここからディップスイッチで音質調整できるんだからすごいよね。まあベースがいい感じなんでそんなに調整できなくても問題なさそうだけどね。4つのディップスイッチのスイッチ4はちょっと役割が違うんで一旦置いといて、基本となる3つのブースト範囲をグラフにしたのがこれ。スイッチ1は 150Hz 以下の低域をブースト。これで少し高域寄りだったバランスが整う感じ。5から 8km あたり少し変化があるけど、これは測定誤差の可能性大。スイッチ2は 500Hz から 10km ぐらいまでの範囲で 2.7 から 7km ぐらいの範囲中心にブースト。スイッチ3は 5km から 20km の高域をブースト。レベルの変化を見るといずれも極端なブーストではなく実用的。次はこれを組み合わせた4つのパターン。6以外は低域と高域をブーストするのでドンシャリ傾向になる。次はスイッチ4をオンにした場合、他のスイッチと違ってレベルが一気に上がるわ。でも均等に上がってなくて低域が少し置いていかれてるので、レベルを合わせてみると右のグラフのように低域が逆に減ってる。レベルを合わせない状態で他のスイッチの変化を表したのがこれ。赤の細いラインはスイッチが全部オフの時、青のラインはスイッチ4だけオンにした時。レベルの表示は赤のラインを基準とした場合の変化、単位はデシベルなので、スイッチ4を入れた結果レベルが上がって、その他のスイッチとの組み合わせで上のように変化するけど高域がより明るくなるような変化という結果になる。ミミーとしてはスイッチ4をオフにしたまま他の3つのスイッチ調整で十分だけど、再生能力の低めなデバイスでは有効なスイッチだと思うよ。
今回のサウンドチェックは4のスイッチをオフにした場合のこのパターンに絞って聞いてみます。全部で16パターンにも及ぶセッティングが可能ですけど、さすがに全パターンの音収録はきついってジャックさんがぼやいてたので、はい、そこはご勘弁をということで、測定で出たレベル差はそのまま反映しています。いつもよりちょっと長めのサウンドチェックになります。ではどうぞ。音量上がります。はい、収録音だと思ったほど違いがはっきりしなかったみたいね。そうなんだよ。スイッチ2の変化が一番はっきりしてたかな。1と2をオンにするとレベルは上がるけど、低域も高域も持ち上げるから相殺されちゃって、収録音ではいまいち変化が伝わらなかったのが残念。でも実機ではしっかり違いが出ていたよ。個人的にはスイッチ1で低域だけブーストか、スイッチ1と3で5キロ以上の高域も一緒にブーストしたものが良かったかな。スイッチ2の大域はもともと聞こえやすいチューニングだからあまり使おうと思わなかったわ。スイッチ4はミミィちゃんがさっき言ってたけど、私もレベルを上げて使わないと思うのと、オンにすると高域がより目立つ感じになり、もともといい感じのチューニングなのでほぼ使うことはないかな。全てのパターンを使うってことはほぼないと思うけど、これだけのパターンがあればたくさんの人の好みにマッチする可能性は高いよね。そう、そこがこのスイッチのアドバンテージだよね。懸念点は中高域から高域中心の調整パターンが多く、低域の変化はスイッチ1のみなので、低域中心のセッティングにはちょっと不向きな感じがしました。ベースとなるチューニングそのものがいいので、実際には2つか3つの好みのパターンが見つかれば十分な気がしますね。愛はコメント欄の反応を見て買いたいっていう方が多かったら買おうかな。予算があると余裕ね。でもそういうのもいいんじゃない？意欲的なモデルなことには違いないから買って後悔はしないと思うよ。そうですね、そんな感じします。ということで、ジョイオーディオ社員のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。